皆様、こんばんは。腹ペコ僧侶です。幸せ解体新書ラジオのお時間です。実は先日ね、沖縄市にある札幌屋ってお店でニンニク餃子を食べてきたんです。胃がないからあんまりたくさん食べられないんですけどね。餃子一人前をちょっとお裾分けしてビールをいただいて。チェーン店って聞くとちょっと一歩引いてみちゃうところないですか？でも札幌屋さんの餃子ね、舐めちゃあかんのですよ。五臓六腑に染み渡るって。私胃がないから五臓5分なんですけどね。それでもね、美味しいって感じるとなんか生きてるってそんな感じがするんですよね。そうやって元気な時はいいんです。でもね、SNS とか見ていると時々すごく心がざわつくことありませんか？さて、そんなところで今夜のテーマです。幸せの方程式、アイデンティティ。鎧を脱いでもあなたはすでに愛されている。皆さんも職場でできる人の鎧とか SNS で充実してる私の鎧とか着ちゃってませんか？大人になるにつれてね、いくつもの鎧を着込むようになりますよね。私は結構大丈夫ですっていう強がりの鎧を着ちゃうんです。困ったもんですよね。でもその鎧って着れば着るほど重たくて、夜になるとふーっと息が苦しくなる。本当のダメな私を知られたら誰も私を愛してくれないんじゃないかって。孤独が鎧の下にはいつも隠れているんですよね。弱さについて長年研究しているアメリカの心理学者ブレネ・ブラウンはこう語っています。私たちは傷つくのを恐れて鎧を着込みます。しかしその鎧は私たちを痛みから守る代わりに、人との深いつながりや愛、喜びからも遠ざけてしまうのです。傷つかないように、舐められないように、愛されない不安を隠すために、私たちは自分を守るための鎧を必死に着込むんです。でも鎧を着て完璧な自分を演じている限り、私たちは誰からも本当の私として愛される経験を持つことができないんですよね。人類が最初に作った鎧のお話あるんです。ちょっと聞いてくれますか？聖書の創世記にね、人類が最初に武装した日のことが書かれています。アダムとエバが神様に背いて罪を犯した時、彼らが最初に感じたのは無防備な素の自分であることへの強烈な恐れと恥じらいでした。彼らは慌ててイチジクの葉をつづり合わせて腰を覆って神様から隠れちゃったんですよね。人間は自分の不完全さや弱さを隠すために偽りの葉っぱで自分を覆って神様の愛から逃げ隠れするようになってしまったんです。イエスさんもこう言っています。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。マタイ16章26節。これね、罰の話じゃなくて鎧の重さの話なんですよ。お金とかフォロワー数とか人からの称賛とか、どんなに強くて立派な全世界っていう最強の鎧を手に入れたとしても、それを維持しようと必死になるあまり、その重さで中身の自分自身の魂がぺちゃんこに潰れちゃったら、何の意味もないんですよね。自分を守るために着たはずの鎧が自分と他者との関係を遮断して自分自身を窒息させてしまうんです。なんて偉そうに言ってますけど、私もね、胃がん全摘して20キロ痩せちゃったから物理的に重い鎧なんて着たくても着れないんですけどね。だからもう素で行くしかないんです。でもそれでいいんです。じゃあどうすればこの重い鎧を安全に脱ぐことができるのか。神様は上空から早くその鎧を脱ぎなさいって命令したわけじゃないんですよ。イエスさん自身が神様であるというすべての栄光、究極の鎧ですよね。それを自ら脱ぎ捨てて
一番無防備な弱い人間の姿になってこの世界に来てくれたんです。そして十字架の上で文字通り衣服を剥ぎ取られて、誰よりも無防備な姿で人々のあざけりと暴力をその身に受けました。神様ご自身があなたのために完全に武装を解除して弱く傷つく姿を見せてくださった。神様が先に武装解除してくれたんだから、私たちも脱いでいいんですよ。ああ、この神様の前でならもう強がらなくていいんだ。鎧を脱いでも安全なんだって本当の自分を差し出すことができるんです。弱さをさらけ出すことは恥じゃないんです。本当の平安と愛を受け取るための勇気なんですよね。今日の幸せの方程式。何者かになるのをやめた時、本当の平安の始まる。今日誰かの前で大丈夫なふりをして疲れ果ててしまったら、今日部屋に一人の時だけでも神様の前でその重たい兜をそっと外してみてください。神様、本当は全然大丈夫じゃありません。疲れました。これが私です。かっこ悪いその言葉こそが仮面を外した本物の祈りです。今日重たい鎧を脱げずに苦しんでいるあなたへ、もう大丈夫なふりをして戦い続けなくていいです。すべて重荷を負って苦労している者は私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげます。和体11章28節。あなたが鎧を脱いだその無防備な場所に十字架を通して示された決して変わらない愛が静かにそして力強く注がれますように。この動画が面白かった、ためになったって思ってくれたら、チャンネル登録と高評価ボタンポチッとよろしくお願いします。皆さんが感じたこと、考えたこと、ぜひコメント欄で教えてくださいね。どんな言葉でもちゃんと読んでますよ。それでは、おやすみなさい。良い夢を。